神様のエネルギーとか、龍神様のエネルギーとかを使わせてもらってっていうのかな。だから一緒になんかこうやるっていうメッセージがすごく来てるんですよね。その人がやっぱり幸せに生きていくために、必要な物事っていうのをお願いすることで、私たち人間の領域ではできない部分を働いてくださるっていうのが、日本の神様であったり、龍神の働きなので。日本の八百万の神のなんか考え方っていうのは、ある意味こう、ワンネス的な感じですよね。そういうふうに言うと。宇宙的だよね。だから今の話聞いてると、レムリアとかみたいな感じのこの八百万の神っていろんな存在となんか調和してる感じなんだけど、人でありながら人間の姿形をしていながら神のように生きることができるということで、そういうふうに根本的には思ってくださっています。スターシード、そして宇宙的な存在から、レムリア、そして日本の神々へと、なんかこう全部が繋がっていく時代みたいな。始まりました。スターシードチャンネル。ということで、よしです。あきかです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。前回からね、お越しいただいております、レイカさんがですね、今回もお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。はい。で、前回ね、なんとレムリアのお話をしていただいた中に、急にこうなんか歌が降りてきて、歌い始めちゃってみたいなね、結構びっくりしちゃったっていうのがありましたけども、ねえ、なんかどうでしたか？前回のちょっとお話から入ると、なんか、その後に緊張したって話がありましたけど、なんかなんかどうでしたあの後。はい。うん。なんか胸にありとかって言ってたからなのか、なんか胸がキューってなって、緊張が今来たのかなと思ったんだけれど、胸にあるって言ってたから、なんかそのハートのね、チャクラっていうか、そういうのがなんかギューってなんか来たのかなとも思うし、ちょっとわかんないんですけど。ねえ。いやいや、なんか面白かったね。で今回、今ね、スターシード、そして宇宙的な存在から、レムリア、そして日本の神々へと、なんかこう全部が繋がっていく時代みたいな、そんな話なんですよね、あきこさんね。そうですね。そう、日本の神様、レムリア、日本の神様、そして宇宙。日本の神様だけじゃないんだけどね、世界中の神様とか、宇宙存在とか、いろんなものがこう調和してつながっていく時だと思うんですけど、すごいこう私たちはやっぱりこう日本人として生まれていて、なんかやっぱりこう日本の神様からのメッセージとか、龍神様とかやっぱすごい来るんですよね、いろんなメッセージとかが。なのでなんかすごく伝えたいことがあるんじゃないかと思うんですよ、神様、あと龍神様とかが。そうなのでそのあたりを中心に今日はお願いしたいですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。いやー、でも僕ちょっとね、全く知らない人代表としては、なんか神々がちょっと日本多すぎてね、全く把握ができないんですよね。神々が多い。神々多いじゃないですか、なんかこう。なんか雨の皆神主様がいたり、スサノオノミコト、なんだっけ、にぎやはりなんかわかんない、もうわけがわかんないぐらいにいっぱいいるんじゃないですか。なんか、そういう、なんだろうな。その辺、神々ってどう捉えたらいいんですかね。なんかいっぱいいすぎて、わかんないんですけど。お願いします。レイカさん詳しいよね。教えてください。はい、お願いします。根本的にはだから日本の神様って何でもありというか、結局日本人間も一人一人がやっぱり結局は大元が全てなるものっていうの一つのものから全てが分かれたものであるっていう考え。だから宇宙の存在もそうだし、この地球のいろんな生命体もそうだし、全てがそういうもともとは一つのものだったのがパーってそれぞれのなんていうのかな、エネルギーというかになってっていう。だから神様であったり人っていうのももともとは同じなんていうのかな、根源は同じ光であるっていう。そういうもとに、だから神も神様も人みたいなそういういろいろ性格があったりね、特徴があったりして、で人もやっぱりその神と等しいものであるっていうのが神様としての考えとしてあるんですね。人間ももともとは
体はあるけれど、本来の魂っていうのは光なので、その光を、神と同じように光を放つことができる。ね、人でありながら人間の姿、形をしていながら神のように生きることができるっていうことで、そういうふうに根本的には思ってくださっています。で、神様っていうのは体がないので、エネルギー体なので、ものすごく大きいっていうのかな。大きい影響力を与えることができる。姿を表してもやっぱり大きいのでね、すごく。の場合どうしてもやっぱこの体っていう器に入る限界がやっぱりあるので、ね、そこまでしか入れられないんですけど、かな。神って誰が、例えば名前あるじゃないですか、いろいろと。もう名前は誰がつけたんですかね。誰が自分で言ったんですかね。どうなんだろう。ちょっと聞いてみましょうね。そのはいはいはい。その辺詳しい方お話しいただけますでしょうか。神の名を名乗るのは、本来は人々が名付けたな。目の前に現れたるそのものに対して、人々がそれぞれに名をつけた。それが神の名。故に同じ存在であっても、名が違うのはそういうこと。別の方が別の名をつけたがために違う名となった。だが名には意味があり力がある。故に同じ存在であっても名が違えば働きも異なる。はい、ありがとうございます。へえ。人なんですね。なるほどね。じゃあなんかエネルギーみたいな何かこういうエネルギーを感じるな、みたいな。そのエネルギーに対してこれはこういう神の名前をつけようみたいな誰かがつけたりして、それが広まったみたいな感じで。で、A さんはそう言ったけど、同じようなエネルギーを見て、B さんは違う名前を言ったみたいな。だから同じような似たような神がいるよみたいなことがあるってことですか？そういうことですよね。どうもね。昔はもっと、人間と神様との距離が近かったので、神様がもっと姿を現しやすかったんですよね。それは神様だけじゃなく、竜神とかもそうなんですけど、もっと、なんていうのかな、物質化することも可能だったりとかっていうのも時代もあったんですけど、今はちょっとそれができなくなっちゃってるっていう感じなんですよね。人間と神が近かったっていうのはどういう感じなのかね。なんかもともとだから酒を酌み交わしたりとかっていうこともあったわけだから、そのくらいね本当に近い距離感で生活をしていたっていうのかな。大切にしているけれども、神様っていうねあれじゃなくてもっと近い。なるほどね。自分の親の、ねおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん、おばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんみたいな、なんかそういう見親っていうのかな、そういう感覚なので、ご先祖のご先祖のご先祖様みたいな、そういう感じ。なるほど、なるほど。神様。なんか神のね、概念っていうのが、例えば海外とかだとね、一神教とかが多いじゃないですか。だから、神っていうと、じゃあ、自分の宗教ではこの人しかいませんみたいなね、感じになるわけなんですけど、日本のね、八百万の神っていうのは、完全にもういくらでもいる、いくらでも名前があって、いくらでもいますよ、ということになるわけですけど、なんかなんで日本だけそういう風になってんでしょうね。もともとそういう感じだったんでしょうね。なんでだろうか。それはなんで日本はそうなったんでしょうか。
教えていただけますでしょうか。日本がなぜ今のこういう全てを受け入れる感じになったのでしょうか。本来の神とは、それぞれの働きを司るという意味を持つ。故に、それぞれに得意なことがあり、その働きのできるものが神として崇められた。故に、たくさんの役割を果たす者たちがそれぞれにいるがために、たくさんの神々が生まれた。また、この人々は、日本の人々は、その土地の、例えば山であったり、木であったり、石であったり、そういった力のあるものに対しての畏敬の念を大切にして、それらも神々として崇めた。故に、資源発生的に八百万となられた。多くの神が存在したのだ。一つところにまとめて一柱だけにするという考えもあるのであろうが、この日本の人々はそうではなかった。それぞれが霊性が、この日本の人々のもともとの霊性が高かったために、それぞれに神が宿るというお考えになったのだ。一人一人が神であり、一つ一つが神であると、すべては神から分かち合ったものであるという、そういった考えであるのだ。故にすべてを受け入れた。亡くなったものしかり、宇宙からのものもしかり、すべてのものが神であると。大いなる一つから分かれたものであるという考えのもとに、多くの神が生まれたのだ。はい。なるほどね。なるほど。なんか、あれですよね。いわゆるこう、日本の八百万の神のなんか考え方っていうのは、ある意味こう、ワンネス的な感じですよね。そういうふうに言うと。ああ、そうだね。なんか、だから別れたって言ってる分離じゃなくて、基本的にみんながそれが全てが一つである。だから、その一つの中の子であるみたいな感じのワンネス的なことを言ってたっていうことですね。もともとの日本人っていうのは。そっか。そう考えるとすごい納得がいった気がする。あきこさんどう？なんかその辺は。ここの、でもその今どちら様はそういえば、その前の方いろんな人がいるから分かんないよね。同じ人だったっけ今の。多分同じ人。今教えてくださったのはどなたなのか教えてください。いただけますでしょうか。ちょっと待ってね。名前言うの私思考が動き出しちゃうからちょっとお待ちください。思考を沈めるといろいろ考えちゃうから。今お話しくださったのはどなたでしょうか。あれは七福神の恵比寿。恵比寿さんなんだ。ごめんなさいね。先に聞けばよかったね。よい。よい。恵比寿さんとこんなに結構。話す機会をいただいただけでもありがたい。普段は多く認知殿が堂々とお話をなさっているゆえに控えていたが、このような機会をいただいてありがたく思っている。
ああ、よかったよかった。うんありがとうございます。奥入さんがいつもね、出てきちゃうから奥ね。入さんが奥入様が出てきちゃう。出てきちゃう。出てきちゃう。うんうんうん。なるほどね。やっぱりあれだね。なんかこのだから八百万の神様というかこう日本のこの考え方みたいな神様の意識って他のだからインドの神様とかも同じような感じするけど宇宙的だよね。だから今の話聞いてるとレブリアとかみたいな感じのこの八百万の神っていろんな存在となんか調和してる感じするんだけど、なんかこうじゃあ世界的な神様とかってなんか一神教みたいになっちゃったりとかなんか一つみたいな感じになっちゃったりしてるじゃない？これってね、なんかなんだろう、これについて何て言えばいいんだろうなんかやっぱりちょっとこう日本って独特なのかね、こういう考え方みたいなのって。そうね。まあ、でもほら、古くはほら、ギリシャ神話とかね、そういうそうだよね。ケルトだったりとか、そういう考え方もあったわけだけれども、人間側の都合とかいろんなこともあって、一つになったりとか。なるほど。そっか。うん。じゃあまあギリシャ神話的なものとかも確かめちゃめちゃいるんですよね、確かね、神がね。そっかそっか。じゃあもともとはあれか。それでね、まあちょっとまあ僕がまあちょっと左脳的な人の意見としての話をすると、なんかもう神々とかなんかそのギリシャ神話でもそうだけど、なんかなんなのっていうか、そんなのいないよねっていう人もまだまだ多いわけですよね。で、そこで僕たち左脳的な人が納得するのは、多分だけどエネルギーなんだよみたいなのはなんか納得するんですよ。要するに、世の中にはいろんなエネルギーが存在しますよね、みたいな。例えば戦うのエネルギーが強いようななんかエネルギーの人もいるし、まあそういうもの。癒しのエネルギー。あとはなんだろう。まあいろいろあるじゃないですか。何かをこう、まあ大国様だとわからないけど、そういうの何かアップさせるエネルギーみたいな。まあそのそれぞれのエネルギーを昔の人はもっとこう、すごい自然だったりいろんなところとエネルギーもよく分かっただろうから、それを言葉にしたり、形にしたり、まあ仏像にもしたいかわからないけど、そういうのでどんどんこう神々が生まれたのかなと思ったんだけどね。そんな感じでいいのかなって気もするんだけど、どうなんだろう。そう言っちゃうと怒られるのかな、神々に。いや、そういうわけじゃないの？正解だと思う。それでいいのかな。そっか。どうなんだ、あきこさん、そういうのどうなの？要は、はい、そういう人も多いと思うのね。やっぱりこう、見えないものはもう信じるかって人も結構多いわけだから、どうやってその神々とか、そういうのを捉えていったらいいのかなと思ってね。自分なりの感覚でいいよね。だからもうそのなんていうの、今近くにある神社とかお寺とか自分が信じるものを信じるのと、あとあれだよね。だから自分自身っていうのも同じ存在であるっていうところなんだと思う。だからもう調和でこういう形っていうものの方が信じやすいんだったらそれを信じればいいし、自分がそういうものに対して別にそんなに重きを置いていないんだったらそれでいいよね。それでいいっていう感じのもう時代が来たんじゃないかと思うんですよ。ただその神様とかと一緒になんていうの、神様のエネルギーとか竜神様のエネルギーとかを使わせてもらってっていうのかな。だから一緒になんかこうやるっていうメッセージがすごく来てるんですよね、私のところに。そのあたりのことをちょっと聞きたいんですけど、なんかどういうふうにこう活用させてもらったり、なんか今までは神様が上で私たち下みたいな感じで結構なってたと思うんだけど、なんかこの八百万の神的な意識でなんかこう一緒に高次元とともにこう地球のことをやっていくっていう感じ、どういうふうにしていけばいいのかな。なんかそのあたり神様とか教えてくれると嬉しいね。まあ、先に私、自分の中の意見としてあるのは、常に、セッションとかもそうだけど、共同創造、高次元の存在たちと、私たちとの共同創造であるっていう。だから、ね、私たちが体でできる限界以外のところを高次元の存在たちがサポートしてくれてるっていう、一緒にやっているっていう感覚。だから、
どっちが上とかなんとかっていうんじゃなくて、一緒にやってる、一緒にっていうのがある、私の中では。なるほど。一緒にね。答えてもらう？じゃあなんかどうしよう。神の話もあって、さっきちょっと、竜の話も、竜神の話もありましたけど、その違いは一体何なんですかね？竜っていうのはこの地球を、もともとは宇宙から最初は来て、この地球を守るための、いろんな働きをするのが竜のエネルギーなんだけれども、で、なんていうのかな、さっきの神様とも同じだけれど、竜にもいろんな種類がいて、水のエネルギーの竜とか、風のエネルギーとか、光のエネルギーとか、火のエネルギーとかって様々なこの地球上に存在するいろんなエネルギーの竜がいて、で、もともとはこの地球を守るために働いているんだけど、その中でも人間のために働き出した者たち、人間と共に働いている者たちが竜神っていうふうに日本では言われている。けど、なんか最近僕竜がいますねって言われたんだけど、で、なんかその人曰く、竜になんかいろいろお願いした方がいい、お願いしながらやったらいいよって仕事も、みたいな。って言われて、なんかそれをちょっとやり始めたら結構なんかガーってこう、確かに拡大してる感があるんですけど、そういうなんかみんなこう、竜神とかは何かこう、お願いしていけばいいんですかね？どういうふうにすればいいんですか？竜ってみんないるんですか？どういう感じなの？なんだろうな、考え方っていうのはいろいろあって、私の場合は、竜神様に聞いてるのは、竜神って、私がつながってるのは竜神だから、竜神っていうのは日本で名乗ってるものに関しては、結構縦社会でちゃんと決まりがあって、みたいな。一人一人すべてにというわけではなくて、竜の方が見込んだ人っていうのかな、振り込んだ人、その人に仕えて働くみたいな、なんかそういう感覚っていうふうに私の方では聞いてるので、で当然その人もそうだし、その周りの人々のためにっていうのかな、人のために働くのが竜神なので、いろいろ当然お願いをしてよくて、で、それは日本の神様も同じなんだけれども、その人がやっぱり幸せに生きていくために必要な物事っていうのをお願いすることで、私たち人間の領域ではできない部分を働いてくださるっていうのが日本の神様であったり竜神の働きなので、その辺はうまく活用してもらうことが大事だと思うし、逆に活用してもらうの待ってる、声かけてもらうの待ってる。ガイドさんってみんなそうなんだけど、守護している者たちは私たちの意図なくしては勝手にはいろんな物事はできないので、やっぱりこっちが意図してお願いというか、これやってっていうことが大事。なんかアキコさんもね、例えばアルクトゥルスだったり、そういったものにお願いどんどんすればいいんじゃないっていう話をね、よくするじゃないですか。そういう感じで、竜にしろ、その八百万の神にしろ、何でもかんでもやっぱりもうお願いしていけばいいってことなんですかね。レイカさんはどういうふうにしてるのかな？何でもかんでもというより、自分がね、やりたいことがあった上で、私はこれをやるので、それをサポートしてくださいっていう、どっちかというとそういうお願いの仕方だよね。できることはちゃんと自分でやった上で、そこから先がちょっと難しいなとかっていうことを手伝ってって、見えない領域の方が動いてくれないと動かない物事もあったりするので、サポートしてもらって、そうすると人間の常識とか考えではちょっと解決に至らないような物事がスーっていっちゃうみたいな、そういう感じですね。あれだね、じゃあ具体的になんかお願いの仕方とかをちょっと皆さんにも教えてもらえたらありがたいかもしれないですね。そうだな。例えば、なんだろうな。やっぱり、分かるようにちゃんとお願いする。曖昧になんか、するのではなくて、例えば、そうだな。金銭的に困ってたら、
うん。いつまでにこういう理由で、こういうお金が必要なので、うん。このくらい、必要なんで、なんとかお願いしますみたいな、そのうん。代わりね、自分はこういうことをちゃんとやっていきますのでっていうことをちゃんとね、言うとか、あるいは、ご縁結びお願いしたかったら、まあ、会社とか仕事もそうだし、ね、結婚するのもそうだけれども、自分の希望をちゃんと述べた上で、細かくきちんと伝える。わかるように伝えるってうん。いうのかな。それが具体的に動いてもらうのに大事かな、うん。と思います。その伝え方っていうのを、例えば、誰かお願いしますでもいいんですか？例えば、日本の神様はいっぱいいるわけですから、誰か日本の神様で得意な人お願いしますなのか、誰々、雨の皆神様お願いしますなのか、なんか、決めた方がいいんですかね？なんかどういう感じなんですかね？そのうん。物事が得意な神様が分かっていればその方にお願いすうーるのがいいとん。思うし、分からはいはいなかっはいはい。たら自分の住んでいる場所、鎮守の神様って言うんですけど、うん、その鎮守うん、の神様だったり、うん、うん。あるいは自分の生まれたところの産砂神様とかにおうん。願いする。うで、ん。うーん。別に自分の、それ以外にも自分を守る存在ってたくさんいるので、そういう者うん。たちに、気軽にこう頼むっていうのかな。うん、うん、うん。そうすると、うん、結局は投げて自分がなんだろう、お願いした物事が得意な方が動いてくださるので、うん。うん。苦手なあ、方が無理しそうかそうか。ていくことはないので、例えば、ある神様にこうお願いしたら、その神様経由でどっか他のちゃんとに、伝わるから。得意なところに伝わっていくと。うん。それ便利ですね。非常にね。うん。へえ。あとね、まあ、僕とかよく、まあ、今でも、基本はそうなんだけど、神社とか行ったら、まあ、基本はあんまり願わないんですけど、なんか、っていうのはなんかこう、ありがとうございますという感じに言っちゃうんですけど、あとは、よくなんだろう、これこれ、まあ、イメージしてこれできちゃったありがとうみたいなね、そういう風にやっちゃうパターンが昔からあるんですけど、もっと具体的にこれ、こうなってほしいんです、お願いしますみたいな方がいいんですかね。えっと、そういうのいいんですかね。今別に困ってなければ、うん。いいと思います。いつもありがとうございますって感謝をうん、うん、述べるんでうん、すけど、今困ってるのにうん。うん。あ、感謝をそうか、そうか。となると、その状況を自分で喜んでやってると思われて、うん。な修行るほどね。のようにね、確かにね。やってるとうん。思われちゃううん、ので、うん、それが困ってるんだったら困ってうん。ることは素直に言う。だって、うん。おじいうん。ちゃんとかおばあちゃんに自分が悩んでたり困ってたり言うじゃないですか。うん。そのうん。感覚と同じなんですあ、よ。そうか、そうか。うん。結構ね、その辺ってね、苦手な人多い気がするね。うん。あきこさん、なんかそんな気がしませんか？うん、そうだね。うん。うん、多いかもね。でも、多いかも。いっぱい言わないとダメってやつね。うん。あとさ、こう神社とかお寺って何なの？なんかちょっと、あ、そうあの、か。そもそもうん、ね。そもそも、なんか私あんまり別にそんなにいいんだけど、やっぱり行った方がいいのかな。なんかそこって何なんですか、一体。まあ、人うん。が作ったものだよね。そういう存在とね、うん。コンタクトを取るのに、そういう場を作ってお祭りしたっていうのかな。うん。そういうコンタクトができる場所ああ、を作ったっていう。だか人がら、作ったもんね、確かに。うん。うん。宇宙人まあ、がもともとは作ったかそういうもしれない。神様が降りてる場所があって、そこをもとに、きちんとしたお社を作ろうっていうことで建物を作ったっていう感じですけど。うん。今のあれだよね、だからその神様が降りてた場所があってお社を作ろうっていう、その降りてた場所ってどういうことだ？例えば降りて、石であったり木であったり、自然発生的にそういうね、見えない存在たちが、よりしろとする場所があって、うん、なるほど。うん、うん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 。そういう感じなんだね。うん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 。まあ、そこが、あれだね、すごい大きくなってるとこもあれば、まあ、小さいとこもあるけど、まあ、うん、あれだよね、すべては、もともとそこにあった存在を、まあ、祀ってったりするって感じなんだね、じゃあ。うん、基う本的にはそれが多いと思います。ん、わかりやすいね。なるほど。うん。よくね、神社ってなんか宇宙とのポータルだみたいな、なんかつながる場所だっていう人もいますけどね。
なんかそういうために作ったっていう人もいるんですけど神ね。様だったりもするので、ね、中主様とか造花三神もそうですけど、宇宙の存在が降り立ってっていうことなので、そういう方にはやっぱりその宇宙とつながるポータルみたいななんかそういうのってありますよね。私も寒川神社だったんだけど、それは神社の中じゃなくて、資料館の中なんですけど、そこに宇宙とつながるエネルギーの場所があって、で昔そういうのをその召喚するというか、そういうエネルギーを下ろしたりとかっていう、呪術的な要素っていうのかな、そういったものがやっぱり優れてたので、今の人にはわからないけれど、そういう場所があってっていうのってありますよね。で、それを今の人はわからないがために、そこ知らずに壊しちゃってたりね。建物を建て替えるとかっていう時に場所を移動しちゃったりとか、っていうこともありますよね。なるほど、なるほど。そういう感じなんだね。なんかいろいろ謎が解けるか。なるほど。そうか。ということは、あれですね、大黒様にもちょっとね、登場してもらいたいなっていう感じもありまして、そうだ、大黒様とは一体どういった神様なんでしょうかね。大黒天、七福神としては大黒天だけれど、大国主様、出雲大社にいらっしゃる大国主様っていうのが、基本的にはご縁結びを司っている、日本のすべてのご縁結びを司っていらっしゃる神様で、大黒天としては財を授けるっていう、そういう感じで。じゃあなんかどうしよう。その大黒様に何かを聞きたいですけど、なんかさっきの俗な話になっちゃうと、じゃあなんかみんなで金運アップをするにはどうしたらいいんですかとかっていうそんな質問とかでもいいんですかね。別にいいと思う。例えば、なんかありますか、あきこさん。知りたいかもね、みんなね。なんかね、大黒様ってそういう神様なんでしょ？ちょっと一回それを。例えばじゃあその辺から、はい、お願いします。お願いします。いました。じゃあ、お国主様にお話しいただきます。久しぶりじゃな。ずっとなんな。少女待ち歌って。まあな。お国主やよ。人々のお国主というのは人々のご縁を司ってるんじゃ。すべてのこの日の元に生まれていなさる人々のご縁を結んで差し上げてるわけじゃ。そして大黒天としての働きっていうのは、やっぱり人々にいろいろな必要なものを差し上げて、豊かになっていただこうということで金運もそうじゃけれども、別にお金だけではないわけじゃよ。豊かになるっていうのはお金だけではないわけじゃ。いろいろな物事で縁が結ぶことによって経済的に豊かになる場合もあるし、仕事がないとやっぱり豊かにはなれんから、仕事のご縁を結ぶことで新しい仕事が入って、そしてお金をいただいたりすることもできるわけじゃ。だからその辺がつながってるから、そういったことでそういう働きをするんじゃよ。あと何じゃ？何をしてたんじゃ。金運か。金運っていうのはやっぱり今この日本ではお金をいただくっていうのは、やっぱり働かんといかんわけじゃ。それ何でもいいわけじゃ。どういったことでもいいわけじゃ。何かを売って商売にするんでもいいし、どっかに使えて自分のできることをして働きをするんでもいいし、どういったことでもいいわけじゃけれども、やっぱりそれぞれ人々には才能っていうものがあるわけじゃ。どんなことでもいいけれども、やっぱりそれぞれの得意なことを生かしてそうすることで、
まあほら、今だったらほら、掃除をすることでな、収入を得たりもできるわけじゃろな、昔だったらな、当たり前にみんながやってたことじゃけれども、それを仕事にすることもできるわけじゃ。なあ、だから豊かな時代なんじゃよ。本当は豊かな時代なんじゃよ。な、だからな、それぞれがこういろんなな、方法でな、自分の手元にな、まあお金といったものをな、豊かさというものをな、引き寄せるためにはな、いろんな努力をする必要があるわけじゃ。な、まあこうほら、なんちゅうんじゃろうか。自分のな、自分が何をすればいいのかとか、自分の得意なことってのがわからんと。なかなかほら、何をしていいかわからんじゃろな、ただただな、何をしていいかわからんと。自分に向いてないことをな、してもなかなか豊かにはなれるわけじゃ。当たり前じゃけれども。自分の苦手なことをすればな、失敗が多かったりするわけじゃから。やっぱりほら、本人がな、得意なことをやっていただいた方が、周りにとってもありがたいわけじゃ。な。だから自分の個性を知るっていうかな、自分の特性を知るっていうのは大事なんじゃよ。な。自分が何が得意でな、どういったことが苦手でということをな、知った上でな、それに合ったことをすればいいわけじゃ。そうすると無理がないじゃろな。ストレスにもならんわけじゃ。な。そうやってな、楽に生きることができるんじゃよ。な。みんながみんなほら、今はな、こう、なんちゅうんじゃろうか、洗濯したりとか、な、飯を作るんでもそうじゃ。楽ができる時代になったんじゃから、な、楽をしてええわけじゃ。な、それをわざわざな、無理にな、なんちゅうんじゃろうか。まあ、昔のようにな、一からやれば、やるようにというようなな、ことをな、言うたら、な、そんなことはええんじゃ。な、楽をしたければすればええんじゃ。な、じけどもほら、楽をするのにもな、まあ、この地球に優しい方法でな、なるべく楽をしなさいということでな。すいません。な。もうしてもいいですか？ええや。いい、なんだっけ、ご縁の神様だからね、こうご縁、人とのご縁とか、ほら、好きな人がいるとかさ、なんかそういうご縁を、なんか叶わせる方法みたいな、なんかそういうの教えてもらいたいね。そういう人いるんじゃない？そうじゃな、やっぱりご縁中のは大事やからな。だけどもほら、なんて言うんじゃろうか、どういう方がいいのかっていうのを言うてくださらんと。な、人それぞれ好みがあるじゃろな、好みを言ってくださる方がありがたいんじゃよ。なんとなくでこうな、優しい方がええとかな、まあ、メガネをかけてる方がええとか、な、太ってる方がええとか、痩せてる方がええとか、その程度のことだと、ほら、わしらとしてもな、探すのも大変なんじゃよ。だけども、いろいろな条件を言ってくだされば、な、例えば10の条件を言ってくだされば、そのうちのこう、7つぐらいは、こうな、こう、当てはまってるかなっていうような方を探しやすいじゃろ。だけどもほら、漠然として、な、優しい方って言われてもいっぱいいるじゃろ。探しようがない。な、だからな、なるべくそういったな、ご縁をな、結んでいただきたい方っていうのは、ちゃんとな、自分の好みをよく考えて、社会的な、釣り合いみたいな、なんちゅうんじゃろうか。世の中でこう皆さんが言うてるようなな、そういった条件ではなくて、自分が本当にな、こういう方と一緒に暮らしたいというな、そういったところに沿った願いをちゃんと言うことじゃ。な。そうなんだ。いい？じゃあ、そしたらさ、叶わないっていう人いるじゃないですか。ご縁がつながらないみたいな。そういうのはなんでそうなってるんですかね。わかりますか？やっぱりそれはな、探してると言うておってもな、本気で探してなかったりもするわけじゃ。な、願う時だけ言うけれど、その後すっかり忘れてしまう。な、自分をこう磨こうとしていなかったりとかな。あるいはほら、なんちゅうんじゃろうか。わしらの方でもちゃんと紹介してるのに、な、結び合わせようとして紹介してるのに、な、そういったことをこう、なんちゅうんじゃろうか。自分では気がついてないかもしれんのじゃけれども、こう、なんちゅうんじゃろうか。この人ではないとかな。こう、襟好みをするわけじゃ。な、わしらとしても良き方だと思って紹介して差し上げて、出会わせて差し上げてんのに、な、自分の好みではないとか言ってな、こう、あれこれ文句を言うたり、あるいはなんて言ったのか、お互いがな、せっかくいいなと思ってな、いい感じになったのに、人様のこう、意見に振り回されて、そしてほら、なんて言うんだろうか、まあ、例えば親であったり友達であったりとか、そういった方々の意見に振り回されて、自分でそのことをこう決めることができなかったり、そういった方もいらっしゃるわけじゃよ。な。だからやっぱりな、自分のあれが、こう、感覚をな、ちゃんと捉えることじゃ。な。そしてな、出会い中なんてどこにでもあるんじゃ。な。だけれども、そのことに自分で気づこうとせんとな、気づくことはできんのじゃよ。な。だからちゃんと自分でな、本当に出会いたいと思うんであれば、常に真剣でいることじゃ。どこにいるかわからんのじゃ。ちゃんと常にきれいにしとかんとか。そうじゃろ。な、どこで会うかわからんのじゃから。そんな感じだな。
ありがとうございます。なるほど、はい。なるほど。ねえ。うん。いいの来てた大国ね。様ね。うん、ね。うん。うん。なるほど、なるほど。あと、あれですかね。マリコさん、うん。日本の神様で、あと何か、こんな神様にうん。聞いてみたいとかないですか？なんだっけ？セオリツ姫とか人気だよね。セオリツ姫ね。セオリはいはいツ姫とはい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 はかちょっと、勝率姫様、私ね、お話、関わったことはあるんだけど、私は話せなかったっていうか、話してくださらなかったの。私の中に降りてきたことはあるんだけど、お話ししようとするとね、お話はしてくださらなかったの。うん。ああ、じゃあ無理かな、セオリツ姫様。喋ったことないから多分無理なんだよ、それ。ここなんかセオリツ姫が入ってるって言われたことあるんだよ。どうしたどうしたの中に。いや、なんかわかんないけど、いや、なんかそういうの、なんかのエネルギー入ってるよっていう見る人がいてね。なんか雨の中の人、セオリツ姫入ってるよって言われた。わかんないけど。いろいろ入ってんだね。いろいろ入ってんだ。でもわかんない。全部話せるわけじゃないんだけど。そうなるほど、なるほど。あと誰だろうな。神様有名な、一番有名なのって誰でしたっけ？一番有名なアマテラス様だな。アマテラス様？アマテラス様からやっぱりこう日本の人たち、そして世界に向けてこれからやっていく日本人の人たちとか、今いろんなことになってるから、アマテラス様からちょっとメッセージ欲しいですね。わかりました。じゃあアマテラス様お願いいたします。ちょっと待ってね、固まっちゃった。アマテラス様、ご縁がある人多いですか？私も多いですからね。アマテラス様お願いいたします。私はアマテラス。いつもたくさんの神々の皆様方や様々な存在の皆様方の言葉をこうして広く多くの方々に伝えてくださって本当にありがとう。固まっちゃった。ちょっとお待ちください。はい、お願いします。改めて私はアマテラス。あきこさん、よしさん、本当にいつもありがとう。私はこの日本の神々を代表する立場としてのお働きをしています。また、この日本の祭りごとや大きな意味での日本の物事に関してを司っています。日本というのは不思議な国です。いろいろな存在がたくさんいらっしゃって、そしてそれが当たり前に調和して存在しているのです。日本の人々の日常を見てもそうです。お正月には神社や皆様が来てくださいます。そして、クリスマスというような物事の時には、みんなが盛り上がって、それを祝ったり、あるいは人々が亡くなった時にはお寺へ行かれます。また亡くなった方々を祀って、そうしてお寺へ足を運ぶこともあるでしょう。そういった物事というのが自然に人々の生活の中に当たり前に
存在しています。この日本がこの世界に先駆けていろいろなスピリチュアルの物事で人々を率いていく立場にあるというのは、やはり私たち神々の八百万もいながら平和に調和を持って平らかな世を長く築いてきたからです。そういった考えを人々が学んでくださること、それが重要なのです。そういったことを私たちは望んでいます。本来は人々はそれぞれの生き方の中で調和して生きていくことができるのです。私たちと同じように調和の中でお互いを理解しながら、それぞれの個性を引き立て合いながら、その特性を持ってそれぞれに得意なことをなしながら社会というものを創造して作り上げていくことができるのです。そういった社会を作っていくことを私たちは望んでいます。あなた方にもそのような導きをしています。これからはもっと人々が自分の本来の力を発揮して生きていく世となります。今までは確一化された世でした。教育もそうでしたし、社会の仕組みもそうでした。ですけれど、そのところが変わってきます。ここのところは、ある意味、日本というのは遅れています。世界中の国々の方が、その点では優れていたりするのです。ただ、日本の人々というのは本来の霊性というものがあります。高い霊性というものを秘めているのです。その部分を発揮して、私たちとつながりながら、多くの人々にいろいろなことを伝えながら生きていっていただくのが、これからの世界であるのです。いろいろなことに気づいていただくこともそうです。一見良くない物事がこの世界中で起きています。ですけれども、それも人々が大切なことに気づくためにあるのです。必要な大切なことに気づくために起きている物事であるのです。そういったことを理解していてください。そうしてあなた方一人一人の内にあるその宿っている魂に宿っているその光を放っていただくこと。あなた方一人一人は私たち神と同じであるのです。神と等しき命であるのです。そのことをよく理解なさってください。そうしてその光を存分に放って生きてくださることで、本当にこの世界は変わってきます。日本だけではありません。世界中が変わってくるのです。それこそが私たちが目指しているところであるのです。そのためには、あなた方一人一人が輝けるためには、いろいろな物事を私たちが協力していく必要もあります。環境もそうです。仕事もそうですし、それ以外の物事もそうですが、私たちにできるところで、あなた方が本来の光を放って生きていくことができるようにお手伝いをしているのです。経済的に困っていらっしゃったり、あるいは、自分の力を発揮できる場がない場合に、それぞれの光を存分に発揮することというのは難しくなります。存分に発揮していただくためには、その状況を整えるということも大事なのです。そのために私たちはいるのです。できうることをなしているのです。ですから、いつでもお願いをしてくださいというのはそういうことです。あなた方は本当の力を発揮してくださることができるように、お困りの時には頼ってよいのです。お願いをしてよいのです。そういうことです。ありがとうございます。もう全部ね、十分いただきましたね。うん。素晴らしい。優しいね。ね。本当いいエネルギー。じゃあ、どうしよう。ふきこさんね、どうしよう。はい、これね、
神々に対して宇宙からのなんかまたちょっと、あきこさん的にも下ろしてもらったらどうなっちゃうんだろうっていう。神々、わかんないけど、はい、神々との対話わかんないけど。どういう感じだね。宇宙から。今、そうですね、今聞きました。今、今回たくさんお話ししていただいた神様とか、前回のレムリアもそうですけれども、その存在ってすごいこう親しみが湧いたりとかすごく近く感じていただいたと思うんですけど、本当その通りで、私たちってやっぱりそのものみたいなんですよね。エネルギーとして違いはあるんだけど、全ては一つであって、私たちが上とか下とかただ思ってただけであって、本当は等しいものというか同じものだよっていうのを今やっぱり宇宙は見せています。で、今回の回っていうのは私たちが、遠くに感じていたものがこんなに身近なんだとか同じなんだよっていうことをまずは知っていただくっていうことがすごく大きかったみたいです。なぜなら、長い歴史の中で、長い地球の中で私たちと別物として神様がなっていたり、なんか遠いものであったり、なんていうの、目に見えないものだからそれに対して特別意識っていうのがやっぱりあるみたいですね。ただそうではなくても私たちは等しきもの、同じものっていうことをやっぱり伝えたかったみたいです。で、今日、伝えていただいたみたいな感じでやっぱ調和して高次元の存在、宇宙人とか、神様とかレムリアの存在とかいろんな存在と私たちは調和しながら地球で生きていく、そして体現していくっていうことを一緒にやっていくっていう時が本当に来ているので、たくさんのこういう存在たちの力を借りながらどんどん楽しんでくださいっていう宇宙からメッセージ来てますね。こんな感じです。同じ仲間だし、すごい協力的なサポーターっていうのかな、神様とかレムリアの存在とか宇宙人とかっていうのは同じ存在なんだよっていうことを何回も言ってます。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よしさんはなんかね、今回、なんか、要は神っていうのがね、よく僕もよく言う自分が神であるっていう一つのね、いわゆる創造主の意識と、あとじゃあ、外側にいたりとかするその神々ってどうやって考えたらいいのかなとかっていろいろ考えてたんだけど、今日なんとなく分かったのは、要は、そういったエネルギー、そういったね、いろんなエネルギーがいっぱいいて、いろんな価値観がいっぱいあって、そういった神々っていうものがしかもそれがもう自分と全然違うんじゃなくて、仲間みたいな存在、個々にそれが一つであるってことでしょ。で、ワンネス的なものでもそうだから、そういった意識で見ると、なんかめっちゃ逆に、親しみが湧いてきたっていうか、ちょっと今まではなんかぼやーっとしてたのよ。なんだそれはって感じだったんだけど、ちょっと親しみが湧いてきた感じ。それだと、なんか自分のさっきのね、だから一緒に共同創造っていうのがなんかできそうな気がしてきた。はい。そうでしたね。レイカさんはどうでしたか？2週にわたってやっていただきましたけれども。なんていうのかな、ありがたいことに私がなんで、日本の神様とか、龍神様もそうだけど、レムリアもそうだけど、そういうのを伝えたいかっていうと、そのあったかさとかなんだろうな、なんかそういうのをね、特に分かってほしかったっていうのかな。みんなが共同でつながり合って協力し合っている中でも、人に近いところで働いている分、人の気持ちがなんていうんだろう、困ってるところっていうの直に見てる分、そう温かさっていうのかな、そういうのがあるから、分かってっていうのがあって、でもそういうのもなんとなくいや、伝わった。ジーンとしたの、なんか慈愛っていうのをすごい感じた。そうね、そう。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。いやはい。じゃあちょっとまたね、最後にまた、ではでね。神々と共にかな。そうだね。八百万の神々、仲間である神々と共に、ちょっとではみんなでやってみましょうかという感じですかね。やっていきましょう。はい。それでは、いきます。では。
ではでは、ありがとうございましありがとうございます。た。神々の方々もね、ありがとうございます。やな、またな。出てきた。すごい、今出てこないかなって。いや、出てこないかなって思ったんですよ、私。お願いし、大黒さん来ないかなって思ったら出てきてびっくりしちゃった、今。ね。それはしかもうびっくり。逃さないよ。逃さない。美味しいとこ持ってくね。さすが繋がってんだ。すげえな。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ながらすいませんね。いや。エガさんね、本当にすごいね、やっぱりたくさん、やっぱり今回はあれ出したね、だからチャネリングのメッセージでたくさん伝えたいことがあったんだね、神様たちが見てる人たちに伝えるっていうところできたから、それがすごい良かったと思う。よかった。あ、そっか。神々が伝えたかったのかもしれないってことね。だと思う。そうだと思う。そういうことか。やっぱり。一番それだったんだと思うな。だってほら、チラチラ来てたもんね。あ、そっかそっか。最初にね、チカチカ。そう、チカチカ来て。チカチカ現象が起きてたもんね。そういうことか。そうそうそう。あ、なんかちょっと分かった気がする、僕も。分かった気がする。私も今日。なんかね、ちょっと遠かったんですよ。遠くにあったんですよ。確かに神々っていうのが、最初。めっちゃ今だからもう一緒に仲間でいる感じになってきたもん、本当にね。そうそう。人間の気持ちわかるからね。私たちもだから八百万の神の一柱なんだよね。あ、そっかそっか。そうなんだよね。これちょっとあれだね。後でちょっと編集で使いたいから使ってくださいみたいな感じにしますけど。そっか、僕たちもそうか。僕たちも神々の一人でありってことね。八百万の神の一人か。テオリス姫入ってるもんね、吉さん。そうね、いろいろ入ってみたいな。まさかのね。そう。なるほど、なるほど。ね。いやー、面白かったな。そういう時代が来たんだね。本当すごい感動でしたし、やっぱり同じ存在なんだなって言ってくれてるもんね、神様。誰も選ぶってないね、神様って。そうそう、だからね、怒られちゃうかなって一瞬思うじゃない？だからその神様になんかこう、何々とか、ちょっとね、気軽に言っちゃったら怒られちゃうんじゃないかとか思うじゃないですか。そうじゃなかったんだなっていうのがね、分かりましたね、今日ね。敬意を持って相対するってよく言うのね、神様は。お互いに、それは人と人でも同じなんだけど、お互いに相手に対して敬意を持って相対する。ああ、そっかそっか。それは、なんだろう、敬意を持って相対するっていうのは、その、親しさはもちろんあった上で、でも、失礼のないようにっていうのはもちろん当たり前なんだけれど。なるほどね。なるほど。学ぶね。学ぶね、本当に。よかったわ。今回やっぱりレカさんでよかったっていうか、本当にベストな人でしたね。ありがたい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。